では日本に帰ることにしたのですが、お土産として持っていくものをご紹介したいと思います。普段だったらいろいろ買うんですけれども、今回はロックダウン中なのでモノプリというスーパーで全部を買ってしまいました。でまずですね、ここにドーンといっぱいある資産12個もある、これはですねバターです。でこれはモノプリグルメというモノプリのプライベートブランドの中でもちょっと高級路線のマークになっているんですけど、この、ゲランドのお塩が入ったバターっていうのはすごい美味しくて、でフランスのバターは買って帰るとみんなにすごい喜ばれるので毎回持って帰っているんです。で普段だったらもうちょっと日本でよく知られているバターを買うんですが、こういう機会なのでモノプリブランドとかもちょっと試してみるといいんじゃないかなと思って買いました。これはうちではいつも食べていて、知り合いの食のライターさんがバターの食べ比べをした時に、その日本で売っているような高級バターとも全然遜色ない感じですごい美味しいって話だったので、これはすごくおすすめです。っていう感じで、これをよいしょ、とりあえずちょっと場所を空けましょうね。これは持って帰る時はジップロックの中に入れておけば、冬は全然寒いので溶けたりしないですし大丈夫です。で同じく日本に持って帰ってすごい喜ばれるのがやっぱりチーズ。これは、頼まれたコンテというハードチーズです。これがやっぱり一番そこまで癖がなくてかつ美味しい、ちょっとパルミジャーノにも似ているような味わいな気がしている、私的には。ちょっと違う、コンテっていう美味しいチーズなので、これを2個、これは18ヶ月熟成しているコンテになります。でこれを買ったでしょ。で同じくチーズといえばやはり今冬はこれモンドール。モンドールはこれもやっぱりモノプリグルメブランドで作っているという、これ以外に他のものがなかったので仕方がない。でも美味しそうだし、これはいつもここの外側をアルミホイルで包んで、中にちょっとワインを入れてオーブンで焼くと中がトロトロになるので、ちょっとなんかこうつけてチーズフォンデュ風にして食べるのがおすすめです。これは3個ぐらい買っちゃった。で同じくもう一つチーズ、これはカプリス・デ・リューっていうチーズなんですけれど、これは全然普通に日本でも売っているけれどお値段が違う。これは 200g で 2.85 ユーロとかだったけれど、日本だと 125g で750円とかで売っているらしくて、この 200g だと2000円ぐらいで売ってるって聞いて、何倍みたいな感じなんですけど、でこれをすごい頼まれたので買ってみた。ちょっとカマンベールをもっと軽やかにしたような味がするなと思っています。でこれに実はこれもあって、これはモノプリブランドなんだけどどう見ても形が一緒だからと思って見てたら、隣のイタマダムがさっそうとこっちを買っていったので、こっち安くていいのかもと思い、これを2つセットにして友達にあげてちょっと食べ比べして見てもらおうかなと思っています。いくら安い方は？こっちこうだったかな、もうこっちだとね1ユーロ台だったぐらいな気がするっていう感じ。はい、でチーズは終わりましたので次に行きましょう。じゃあこれは単に可愛かったから買っただけ、塩バターキャラメル。やっぱ塩バター美味しいし、カマルグの塩を使っているらしい。こういうの甘いものが好きな人にいいし、フランスっぽいかなと思って買いました。でカマルグの塩といえばですね、これ塩、これもまさにカマルグの塩で、これはすごい結構どこのスーパーでも売っているようなすごくポピュラーな、でもちょっと普通のお塩よりは少し高級なお塩で、ちょっと粒が大きいのでなんか飾りっぽく使うのとかにはいいかなと思っているんですが、これのいいところはこうやって見るとすごいなんかガラス風なのに実は紙だからすごい軽い、なんでお土産にもいいかなと思って買いました。でもって
甘いものの続きをいってみようかな。これは定番のコアラーヌのクッキーです。コアラーヌのクッキーはこれを買って喜ばれないことはほとんどないので、安心お土産。コアラーヌのお店であれば素敵な箱に入ってちょっと高級に売ってますが、コアラーヌはモノプリにも入っていてパンも売っているので結構手軽に手に入る。でかつこのちょっとお得用の入れ物に入っているので箱のものよりお安いし、私が見た限りだとギャルリー・ラファイエットとかボンマルシェとかでも売ってるけどモノプリの方が安いと思うのでモノプリで買うのがおすすめ。同じく甘いものシリーズ、これは普通のお菓子なのですが、マドレーヌでフランスっぽいのとチョコレートが書きがしてあるからなんか割としっかりした美味しさなのです。ノワゼットが入っている。ノワゼットはヘーゼルナッツか。私自身が結構よく買って食べているので、それもなんかどなたか甘いものが好きな人にあげようかなと思っています。でこれは甘くないけどクッキーお菓子。これ同じブランドでミッシェル・エ・オーガスタンっていうブランドなんだけれども、これはフランスのチーズを使ったクッキーです。でもってこれがオッソイラティっていうバスクの地方のチーズ。それにやっぱりバスクの名産のピマンデスペレット唐辛子を入れたクッキーになってます。でこっちに関してはさっきも買ったよって言ったコンテに黒胡椒、マダガスカルの黒胡椒が入ったクッキーで、こっちとこっちはどっちも甘くないクッキーなのでお酒のつまみにもなったりするのでお酒好きの人とかにもおすすめ。私自身もよくめっちゃ食べてます。はい、でこれは、パンクロスティアンっていうちょっとカリカリっとしたクラッカーなんですが、ナッツ類とそれからクランベリーのドライクランベリーがついているのでこのままでも美味しいし、これにチーズとかジャムとかをつけて食べても美味しくて、うちの実家の親もすごい好きで買ってきてと頼まれたのでこれも持って帰ります。であとこれもあった。これはレクレートジェニーっていうエクレアの専門店のパティシエさんがモノプリとコラボをしたというチョコレート、板チョコで、なぜエクレアの人とってちょっと思ったけれど、ピスタチオとホワイトチョコレートの板チョコで、正直私はホワイトチョコレート全然好きじゃないんですけど、これ食べてみたらすごい美味しくてびっくりしたので、パティシエさんってすごいなっていうこの味をぜひ紹介したいなと思ってこれも買いました。でそれ以外だとなんかフランスはやっぱりオーガニックのものがいろいろあって、どこのスーパーにもオーガニックがいっぱいあるのでオーガニックのものもお土産におすすめ。でこれは全然単に試したことはないけど美味しそうだから買ってみたいちごのチョコレートがけ。これもオーガニック。これはブラックチョコレートが 72% は結構ダーク。でもフランス人はダークチョコレートがすごい好きだから結構ダークなものが多い。でもってこれもオーガニック。これは全然はっきり言ってフランスに何も関係ないですけど、クリッパーっていうイギリスのお茶でハーブティーで、このシトロン、レモンと生姜のハーブティーがすごい美味しくて、私はもう多分10箱は余裕で消費したなというぐらい好きで、人にもしあげなくても日本で自分で飲めればいいかなと思って買いました。このお茶はすごいおすすめで、これもオーガニックだけれどこれはドライフルーツです。でこっちはマンゴー、こっちはバナナ。なんかマンゴーのドライフルーツとかバナナのドライフルーツとかをヨーグルトに入れて戻して食べるとすごい美味しいので、マンゴーとかバナナすごい好きなんですけど、日本だとなんかやっぱりあんまりオーガニックを 見かけないなっていう気がするので、オーガニックのやつを買ってみました。でちなみにそのヨーグルトで戻したマンゴーとかは冷凍庫に入れてシャーベットみたいにして食べても美味しいです。でこれを飲んでちょっといくつか買いました。あと他にもそうこれよいしょ。これはブーケガルニ
煮込み料理とかに入れるハーブですね。これは、やっぱりお料理好きなお友達とかにあげると喜んでもらえるので買いました。これは全部 100% フランス産なのでフランスのお土産としても便利だし、あとすごいハーブだから軽いのねっていうのが一つと、オーガニックの最後はこれマロングラッセです。マロングラッセはフランスのクリスマスになるとすごいいっぱい出てくるので、多分わかんないけどフランスのクリスマスの風物詩なんだと思います。でマロングラッセいろいろあるけれど、これはやっぱりオーガニックでフランス産だからいいかなと思ったのと、あとパッケージもやっぱり紙でエコで可愛らしいのでこれも買ってみました。でもってこれは単にこれもジャケ買いしたパパソースという、これもオーガニックのパスタのソースで、こっちがマスカルポーネとトリュフのソース。これなんか美味しそう。どう考えてもきっと美味しいに違いない。でこれもパプリカとシェーブルチーズとさっきのこれにも入っていたバスクのピマンデスペレットっていう唐辛子が入っている。これはちょっとだからスパイシーなのかもしれない。でちょっとモノプリの話に戻りますが、モノプリは結構プライベートブランドがすごい充実していて、このエコバッグも日本で人気で軽いしお土産として喜ばれるので、これもおすすめです。で以前はこの袋を入れる袋が別型タイプだったんだけれど、ほらね、今はポッケの中に袋が収納される形に新しくなりました。でもこれは前に可愛い柄だなと思ったから買っておいたの。でも日本に帰れないままデザインが変わってしまったの。でこれはこんな感じで馬が描いてあって可愛い。でこれはちょっと開けちゃおうと。エッフェル塔柄でパリって書いてあるから、なんかほらパリ好きな人に良さそうでしょ。はい、よいしょ。はい。でこれは私が柄として美しいなと思ったので買った。なんだろう、お花なのかしら。お花だ、お花柄っていう感じ。このバッグはすごいフランス人でも持ってる人がめっちゃ多い。いつもみんなこれでお買い物しているイメージです。でこれもモノプリブランド。これはハンドクリームでパッケージが可愛いからつい買っちゃったんだけれど、ホホバオイルとなんだっけ、シアバターだ、シアバターが入っている。でやっぱり今ちょっと手をいっぱい洗わなくちゃいけないし、アルコール除菌でもともと冬だから乾燥する時期なので、こういうパパッと使えるハンドクリームがあるといいかなと思って、別にもらってもらえなかったら私が使えばよい。でこちらも同じくハンドクリーム。これはループティマルセイエっていう、昔からある庶民的なブランドだけれど、なんかフランスのお土産に割と人気らしいし、かつアルガンオイルとスイートアーモンドとシアバターということで、ちょっとこっちの方がこっくりしてそうだったのでこれも買ってみました。はい。でやはりフランスといえばシャンパンだよっていうことで、これはドゥーツという、シャンパンメーカーのシャンパンです。これは私の友達が日本から食材をたくさん送ってくれたので、そのお礼にお渡ししたいなと思っています。これもすごい美味しい、大好きです。でもう一個はこれはアヤラも日本でも人気だと思うけれど、これはロゼにしてみました。友達がいつも日本に帰るとお家で、宴会を開いてくれるので、その時にみんなで飲もうと思って持って帰ります。ちなみにシャンパンはなんか瓶がすごく熱いし、しっかり蓋がしてあるので旅行にはすごい向いているということで、お土産にはすごい良いというふうにフランス人に聞きました。こんな感じかな。忘れ物はないね。はい。なのでこれをなんとかスーツケースに詰めていこうと思います。よいしょ。
でこれをこの中に入れる。なぜかというと日本からいろいろ持って帰ってくるからです。とりあえずバター類はしっかりジップロックに入れておくと。これは割れやすいから別にしよう。よし、OK。トラちゃんバイバイ聞いたよ。バイバイ。ではもう私は実家に帰らせていただきます。さようなら。はい。さようなら。猫の面倒をお願いします。